おい、あの人体模型、さっきあんなとこに立ってたか。なんだよ。やめてって、やめてって出るのに。なんでそうやって怖がらせるの。私いじめて楽しいの。いや、そうじゃねって篠崎、マジで。知らない、もう嫌、篠崎、こいつ篠崎の首を掴もうとしやがった。逃げろ！捕まったら殺されるぞ！一人になってはいけない。一人になってはいけない。ここに来たのは我々が一番ではなかったらしい。すでに何人かの先達がいた。皆一様に死ぬかこの校舎に食われていた。食われるという表現を使うのには理由がある。この学校を包んでいる巨大な呪い、それに深く心が蝕まれてしまう。すなわち心の隙を作ることは自殺行為に等しい。深い絶望や孤独感に心をつかまれると、あっという間に呪いに心を侵食されてしまうのだ。結果、肉体は壊死をはじめ、魂は消し炭のように真っ黒になり、我々はこれを黒化と呼ぶが、この校舎に吸収され、その一部とされてしまう。例外として肉体は蝕まれずに激しい思念のみが残留し、焼き付いたりすることもあるようだが、ほとんどの場合魂はその場に固定され、成仏もできずに永遠にそこにとどまり続けることになる。こうしてこの学校は犠牲者を食らい、どんどん膨張を続けているようだ。ゾッとする。この霊場との接触方法、幸子のまじないを現世で世間に公開していたら、この被害がさらに拡大するところだった。この第4回も次回の第5回も読者は私と同じく監禁された犠牲者ということになってしまった。しかしせめて生き残るための参考になればと思う。読者のあなたに希望を残せたらと願ってやまないのだ。第5回も楽しみにしていてほしい。
助手の田口くんはどこかへ消えてしまった。一人になった私はもう帰ることができなくなった。だが私は書き続ける。使命だからだ。何が起こっても命ある限り、手が動く限り書き続ける。この紙、見ているだけで頭が痛くなってくる。すごい思念がこもっている感じ。先生の匂いがする。だんだん近くなってきた。もうすぐ会える。意識が朦朧としてきた。手、黒くなってきた。もうすぐ会えるね。先生、見つけた。あの部屋に逃げた。待て。会いたかった。抱きしめてあげる。私の体はもう真っ黒。何これ。ナホさん。ナホさん。あら、ごきげんよう。篠崎あゆみさん。ナホさん。私の調べた情報を提供します。興味あります。伺いましょう。幸子があの事件の犯人？それは知りませんでした。なるほど。有益な情報をありがとう。ですが、あなたのたどり着いたその答えでは半分です。幸子が何者かという謎にたどり着いていない。この学校の真相にはまだ先がある。私はある人を探さねばならないのです。忙しいので、それでは。まだ話は終わっていません。
もうあなたには興味ありませんので。職員室にいたあの男子、兄弟でありクラスメートであれ、愛のつながりで必死に動いている。ああいう人たちの営みをもっと見ていたいのです。ナホさん、幻滅しました。あら？どうしてかしら。私に好意を持っていただけていたのでは？これ！幸せの幸子さんって何？篠崎家の廃屋って何よ！来た！幸せの幸子さん、清純法。スペルトリガー、幸子さんお願いしますを。参加人数に幸子の一人分を加えた回数唱え、専用の片白を引きちぎる。片白は篠崎家廃屋からサルベージしたオリジナルでなくても、デジタルを介した複製品でも効用はあるようだ。成功すると霊は素通りし、特に何も起きないが、失敗すると霊媒素質のあるものに幸子の霊がおり、その場にいた者全員が呪いに侵され、そのまま霊場に連れて行かれる。逆打ち法、幸子の霊を怒らせた場合の対処法、清純法をそのまま逆に行えば可能。具体的には、しかもあなたは、わざと失敗するように、あの呪いの方法をブログに書いてる。先生のためでしょ？あなたの愛する、響先生の作品のため。犠牲者は、サンプルは多い方がいいから。何がおかしいの？知るか！釣りだよ、釣り！釣り？何言ってんだ。嘘ってことよ。ネットに載ってる情報を鵜呑みにするやつがバカなんだよ、バーカ！動揺してるわね。想像してなかった。こんなことになるとまで思わなかった？あなたの勝手な都合で、どれだけたくさんの人がもがき苦しんで死んでいったか！幸子さんの呪いを全国に拡大させたのは、あなたよ！知ったことか。先生が笑ってくれるんだ。私が頑張れば。先生、私の可愛い先生のためなら何だってするわ。お前みたいなオカルトかぶれは、その辺で腐って匂ってろよ。幻滅！やだ！先生のお仕事は私が守る。邪魔をする人は許さない！ナホさん、あなたは
ここで亡くなっている。はい。覚えていますか？死んだ時の記憶。何を見つめて死んでいったのか。いいえ。そこだけが見えないのです。いくら脳を掘り起こしても思い出せない。あなたの身勝手の結果、あなたは最愛の人を失ってる。え？覚えてないのね。あなたが絶望して人で亡くなった時、何があったか。特別な力を持っているから、あなたはそのまま酷化して学校に吸収されなかったみたいだけど。思い出した。あなたが殺したのよ。最愛の人、響先生を。あなた自身が取り殺してしまった。何なんだよ。映画かこれ。大丈夫か？マジかよ。森重もあの様子だと助かっていないと思う。どうしてよ。みんな簡単に死んじゃわないでよ。委員長。後の希望はゆい先生か。あとはとか言わないで。悪い。死んでいったみんなもきっと俺たちにまでここで死んでほしくないに決まってる。つなぐんだ、みんなの脱出したいって意志を、命のバトンを。逆打ちの方法は分かったんだし、こんな状況だけど希望は見えてきた。もう少しだ。ゆい先生を見つけてここから出るぞ。のう。ええ。そうだ、中島さん。これ。私の学生証。それと、これ。ごめんね。逆打ちの方法を知ったのなら、不安だったでしょ。切れ端、もうなくさないでね。ありがとう！すごく嬉しい！篠崎、助かったよ。よく見つけてくれていたな。
どういたしまして。そう。でもね、これを見て。さっき、ナホさんと会った後、見直してみたら、血のシミが取れてたの。先生、ごめんなさい。私の読みが甘すぎました。ここは今までにカンパしてきたような簡単な霊磁場ではありませんでした。一刻も早くここから脱出しないと本当に危険です。逆打ちで簡単に戻れると思ったのに、惨殺された幼い魂が磁場に複雑に絡まっていて、このままでは使えません。逆打ちを使うには、まずこの子たちの怨念を何とか条例して、包囲している霊磁場のゲートをほどかなければ。このままの状態で使うと、逆に危険です。何が起こるかわかりません。これは。この天神小学校の周囲を、ゆきちゃんたち子供の霊が、霊磁場を作って包んでいる。だから、このまま逆打ちを行っても、霊磁場が邪魔をして、帰れないってこと。やはり、幸子の懺悔を引き出して、子供の霊を成仏させなきゃならないのか。頑張ろう。もう少しだよ。どうした？いる？いや、本当になんかいるのか、この先に。いるよ。気をつけて。どうした？なんだろう。この部屋、呪術っぽい。眺めててもわかんねえよ。それより、外の焼却炉の方になんかいるんだろ？進もうぜ、先に。わかった。先に出てて。おう。早く来いよ。え？何今の声。私、喋ってないのに。篠崎！おい！篠崎！何？嘘！やだ！岸沼くん！
無事ね。生きてるね。先生の声がする。これも嘘の声だったら泣くから。何を言ってるの。さ、おいで。もう怖くないよ。先生、どこに行ってたの。会いたかったよ。ごめんね。怖い思いさせたね。あれ、先生、ひどい怪我。シロさん、骨折した腕が。篠崎さん、さ、立って、ここを出るわよ。早く私に捕まって私の体を登りなさい。先生、だけど早く片腕では二人の体重を支えきれないわ。指が。急いで、篠崎さん。あなたまで落ちちゃうわよ。ダメ、指が離れる。先生、先生。早く上へ。白崎！あ、ゆい先生！先生、捕まって。大丈夫、すぐ上がるから。そこもいつ崩れるかわからないわ。外に出ていなさい。だけど早く。岸沼君、篠崎さんを。先生！白崎、来い！篠崎さん。篠崎さん、強くなりなさい。あなたは誰にも負けない才能を持ってる。ここを出たら叶えるのよ。話してくれた夢。行きなさい。これだけ言ってもわからないの。早く行きなさい。篠崎！篠崎、行くぞ！来い！離して。もうど篠崎！いいか、絶対に無駄にしねえぞ、先生の気持ちを！岸沼君。わかるよな？強くなれって！あいつは校長だ。
なんだ。何か黄色いものを投げ込んでいた。あれだわ。リボン。取れるかな。おい、お前。なんだ。狭いけどこの牢、張っていけば奥に行けるのか。そういえば、奥の方に小さい明かりが見えるぞ。部屋でもあるのか。よし。これ焼却炉よ。途中で火でもついたら。だな。よし。お前はここで待ってろ。俺だけ行く。よっ。私も行く。待ってろって言ったろ。いや、私も行く。ったく。気をつけろよ。そこら中に埃の塊とか引っかかりがある。くそ、狭いな。だいぶ来ちまったが、まだ半分くらいか。低い天井のせいで体を起こせないってのがこんなに不安だとはな。もし今出口や入り口が塞がれてこの体勢のまま動けなくなったら、余計なこと考えるな。すごい埃とすす。なるべく吸い込まないようにしなきゃ。大丈夫か。刺しちゃっただけ。針金みたいなの出てた。そうか。来ないで。お願いだから来ないで。やっぱこの先何かあるな。行くぞ。来ないで。来るな。だから来ないでって言ったのに。